アニメ作品でワード人狼。どんな展開？これ上手い人一人いるな。22でサッカーが上手いたった一人を決める。だからエゴよ英語エゴ。いやそんなリアクションないのよ。うちらの語りたい夜。よいしょ。それでは後編スタートです。まだ前編をチェックしていない方は前編をご覧になってからぜひこちらの動画を見てください。重曹を舐める天才声。そう10秒で泣ける天才10秒であーそれ待ってました。そう神木光役が前編ではドラマ、映画、推しの子の見どころなどについてトークしてきましたが、せっかくアニメ好きの3人が集まったということで、ここからは好きなアニメについてたっぷり語っていきたいと思います。よっしゃ行こうか。よっしゃ語ろう。行こうか行こう語ろう。か。アニメ大好きだから。アニメね。アニメ超好きだから。アニメ好きすいません。ちょっといいですか。ごめんなさい。ちょっと申し訳なくて、ちょっと僕実はアニメちょっと疎くて、あんまりわかんないっていうのがありまして、今回助っ人を呼ばせていただいてるんですけど、ちょっと召喚してもいいですか。もちろん。召喚どうぞ。召喚どうぞってどういうことよ。名前呼ぶのよ。こんにちは。こんにちは。お願いします。俺の扱い雑い。俺を呼ぶ扱い雑い。はい、ワイドブルーの宮崎颯です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マジで助かります。颯君はアニメだから超好きってこと。アニメは大好きです。楽しみ。じゃあ私は語りたいので MC 変わってもらっていいですか。そんなことある。そんなことある。やっぱそう。だって喋りたい。あ、そうね。やっぱそうなりますよね。もう任せてください。僕が今回回させていただきます。それではですね、好きでたまらないアニメ作品を発表してもらいましょう。はい。じゃあまずは木大さん。行きましょう。もっくん。もっくんから行きましょう。お願いします。僕が大好きなアニメ作品はこちら。どちら。ダダン。進撃の巨人です。まず知ってます？俺は聞いたことある。もちろん。見ました？最後。もちろん。最後まで。見ました。見ました。僕この作品が好きな理由は、まずはじめに、世界観が好きで巨人と戦うっていうアニメかと思いきや、こう徐々に伏線がどんどん張られていって巨人と戦うだけのアニメではないっていう、巨人がなぜ生まれたのか、他の世界の人たちとの関わりとかどんどん深くなっていくんですよ。最終的にこう完結へと向かうこのラストスパートの追い上げ方だったり、僕は特に最後のエレンをミカサが全部言っちゃうじゃん。言っちゃうんや。ありがとうございます。大好きです。進撃の巨人。すごい熱く語ってくれる。見たくなったんじゃんちょっと。いや見たくなったし、でも巨人を倒していこうみたいな話なの。その流れ的には。まあそうなんだけど、巨人を倒していこうっていうベクトルがどんどんちょっと変わってるんだ。だから本当に見ていてすごい楽しいです。はい。ということで続いてもう一つあります。もう一つなんだ。それがこちらです。ダン、ブルーロック。はい。僕あんまりスポーツの作品得意じゃなかったんですけど、このブルーロックはまた一つそのスポーツ漫画とは違っていて、ちょっとなんて言うんだろうな、バトルロワイヤルな感じもありながら、なんかサッカーってこう青春だったりチームメイトとの熱い友情の話が多いと思うんですけど、これは全然違くて一人一人のエゴをこうぶつけ合うバトル系のサッカー作品になっていて、個性豊かなキャラクターも出てくるので、なんかこう推しが見つけるのがとても楽しい作品になっています。ごめんなさい、チーム内で戦うこと？そう。点を決めたやつが結局一番かっこいいというか、すごい。そう。もうたった一人を決めるため。たった一人。何それ？サッカーがうまいたった一人を決めるっていう。だからエゴよエゴ。エゴ。エゴ。いやそんなリアクションないのよ。でも本当に魂のぶつかり合いみたいな。ボールを味方同士で奪い合うとかある。うわ、それ面白そうですね。そう。これ熱いです。次僕。宮崎さん行きましょう。バン。5等分の花嫁ですね。はいはい。5つ子。5姉妹がいて、同学年の風太郎っていう賢い子がいて、5つ子みんなちょっと頭が悪いんですけど、その子たちが学校を辞めないように成績を取らせてあげるために家庭教師をするんですけど、その中で恋が芽生えてしまうというなるほど話ですね。だからあれでしょ、5人をどこ行くかみたいな。そう、どこ行くか。言い方ね。誰と結ばれるかみたいなですね。次行きますね。行きましょう。キュンキュンするよね。バン。はい。ポ
ボッチザロックです。聞いたことある。これはもうめちゃくちゃ好きでグッズも大量に持ってて、これはなんか4人組の女の子たちが高校でバンドをやっていくみたいな話で、主人公の子がちょっと内気な子でもやってみたくてみたいな、音楽やってる身として曲もめちゃくちゃ動くですね。とかまあ他にもいっぱい好きなのはめっちゃある。あげれるだけあげてめっちゃある。あげれるだけあげてるんですけど、まあこんな感じでアニメがすごい好きなんだね。今日は山下幸輝に使われに来たって感じですね。事前にアンケートで何個かお答えいただけますかみたいなのあったじゃないですか。2つとかじゃなかったですか。めっちゃ書くね。熱量が熱量すごいね。LINE でまあマネージャーさんに送ったんですけど、もうなんか長文みたいになってたから愛が強すぎて。じゃあ次私いきますか。お願いします。はい。転生したらスライムだった件転スラ日記。これわかります？わかりますわかります。転生してスライムになるんですけど、一からどんどん強くなっていくみたいな、簡単に言うとそういうストーリーです。そうキャラクターもめちゃくちゃ可愛いんですよみんな。スライムの喋り方めっちゃ可愛い。わかる。ぽよぽよしてぽよっと喋るんですか？ぽよっとは喋んないけど、喋りながらぽよぽよしてるのが私めっちゃ好きで、徐々に強くなっていくところも面白いですよね。そうじゃあ次ウィンドブレイカー。これみんな知ってるんじゃないですか。最近結構ねバズってますよね。私もアニメでハマったんですけど、なんかその高校生の子たちがみんな街を守っているっていうお話なんですけど、喧嘩がその熱い友情をどんどんね固くしていくところが私はめちゃめちゃお気に入りです。そういうの俺好きですよ。男のその戦いというか、俺が行こうか、いや俺が行くのみたいな。まさにそれですよ。本当にそれ。熱い友情。マジですか。し喧嘩で語るみたいなね。そうその通じ合いみたいなね。そう私からいいですか質問。今出た作品の中でちょっと気になるなみたいなのちょっとありますか？ぜひいっぱいあるから。ぜひやばいね。あるよあるよ。ぜひでもやっぱりウィンドブレイカーかな。確かにね、男の感じというか、結構好きなんで。これも推しキャラとか多分できる。できる。そんな皆さんはですね、推しのアニメキャラクターってやつがいるんですよね。います。もちろん。それもねちょっと僕にちょっと教えてもらいたいなということで。はい。じゃあ僕いきますか。お願いします。はい。僕の推しアニメキャラクターはこちらです。進撃の巨人のリヴァイ兵長です。もうこのキャラクターはもう本当めちゃくちゃ強いんですよ。てか人類最強の男。彼だったらもう全部倒せるって言われるぐらい慕われてるんですけど、すっごいサバサバしてて、でも人間味あるんですよ。僕すごい好きなのが主人公のエレンとちょっと師弟関係みたいになるじゃないですか。そこのリヴァイ兵長がこうエレンにどんどん任せていく最強ゆえの孤独もあるんですけど、でもちょっと人間味あふれる可愛らしいところもあるっていうギャップにやられましたね。はい、僕は五等分の花嫁の風太郎と五木ですね。はい、僕が選んだ5つ子は五木なんですけど、これね。そう5番目を選んだんですけど、声優さんがもう好きで、松岡義嗣さんっていう方と水瀬いのりさん、そうがこうお二方が好きで、ここからなんか声優にハマるきっかけになったというか。聞いて1個、五木さんはどういうキャラクターなんですか？大食いの真面目キャラみたいな。大食いの真面目キャラで歌がうまい。それもいいね。じゃあ次私発表します。じゃん。ウィンドブレイカーのスオ。私強いキャラクターが好きなんですけど、強くて余裕があるんですよ。今後どうなっていくのか、とても楽しみ。マジで見たくなってきましたよ。まあコキが見てるかどうか俺確認できるから。確かにね。同じグループだし近い存在だからね。でもここからめっちゃ流せそうじゃない？情報を。硬い石があって、メンバーに全部流してどれだけ流しても3人を見てもコキだけ見ない。最近は見たって嘘ついてあれねみたいな。見てよ本当に。すいません。見ます。見る。ここでアニメ作品に関するゲームをしたいと思います。題してアニメ作品でワード人狼。お願いします。まずアニメ作品名が書かれたカードを1人1枚ずつ引きます。で4枚のカードのうち
3枚には同じ作品名が書かれています。お互いにどのカードを引いたか知らない状態で、作品の名前を出さずになるほどね、出さずに出さないよ、自分が引いた作品についてトークしていこうと。はい、で1人だけ違う作品名を引いた人が誰か当てるゲーム、なるほどね。で最後に誰が人狼だと思うか投票して、人狼は指名されたら負け、村の人は村人ですねは人狼を指名できたら勝ち。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあお願いします。じゃあせーのちょい。オッケー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 。明徳さんから OK です。いきます。じゃじゃん。こちら。まず見たことあるか。あ、ないか。でもまあなくてもさ嘘じゃないじゃん。そうね。あ、そういうことか。そう。言っていいよ。逆に俺からしたらあるって言われた方が絞れる。でも嘘をつく可能性もあるってことでしょ。そういうことだよね。わざとあるって言って。じゃあこうきくんは見たことはないです。ない。私あります。僕もあります。あります。やっぱそうなんだ。まあまあでもね、まだ絞れないね、まだ絞れないですから。絞れないね。このアニメをまあ一言で表すなら。ああ、それいいじゃないの。 OK です。見てなくて言えることとかあんの？それいいじゃない。いいよ。よし。これ大事だぞ。学ぶって感じですね。学ぶ。なるほどね。なるほどね。でも結構ヒューマンドラマ。私は男のロマン。おー。ああ、はい。なるほど。これは結構こうやっちゃうぜみたいな。やってこうぜってことね。ちょっとなるほどね。学ぶ？なんて言ってましたっけ？ヒューマンドラマ。そう、これ気になるんよな。じゃあさっき言った作品の中にあった。さっき皆さんが出してくれた。ない。あ、書いてなかった。なるほど。これ大丈夫。なるほオッケー、じゃあ時間はもういらないですね。そうですね。よし、いけますね。まあ人狼だと思う人を指しましょう。はい。いきます。せーの。颯くんがこうきくん。で僕もこうきくん。でりかちゃんもこうきくん。でこうきくんは颯。なんでやねん。そう。なるほど。なんで颯かというと、本当の話見たことはないんですよ。なんとなくはわかります。学ぶはおかしい。なるほど。そこじゃない。なぜか聞かせてください。よ。もう出てました。さっき出てました。出てました。さっき僕たちが紹介した中の一作品ってなんですよね。出てました。では答え合わせさせていただきましょう。せーの。全然違いましたね。なるほどね。でもめっちゃいいお題かも。確かに。それめっちゃいいお題だ。いいお題。なるほどね。私が変な質問しなければ多分うまくくぐり抜けれたかも。もう一回したいな。もう一回したい。それではじゃあ2回戦目いきましょうか。はい。カードをいただきましたね。はい。用意スタート。じゃあ攻めます。攻めてみますか。僕大好きです。大好き。大好き。お。僕も好きです。私も好きです。あれ？俺見てないわまだ。自分のやつに見せただけで見てないってこと。なんでゲーム始めようとした？俺は好きになりそう。てかなると今日確信しました。おおっていう感じ。なるほど。これだね。結構ヒントだね。結構ヒントだね。これだいぶヒントかも。この世界に入りたいと思う？でも俺入りたいです。本当？意外よ。意外だわ。入りたいです。でも僕もそんなこと言いながらちょっと入ってかまそうかなと思ってますね。はい。僕は好きと入りたいはちょっと別か。そうしたいか。私は入って友達になりたい。なるほどね。これ上手い人が一人いるな。このアニメを初めて見た時どんなリアクション？でも俺ごめんなさいまだ見てない。そうね。じゃあどうなりそうか。雰囲気聞いて。どうなりそうか。キュンってしたいな。キュン。あります？怖いな。いろんな解釈があるからキュンはね。キュンはいろんな解釈があるから。僕は驚き、新感覚。これ結構言ってるわ。今までにない感じだなと思いました。はいはい。僕はなんかちょっと心臓がバクバクっていう感じです。ドキドキではなくバクバク。ドキドキとも言うのか。私は
どんな展開って感じかも。この先が気になる。この先もそうだし、なんかそのファーストインプレッションが結構大きかったから、みたいな感じ。大共感。なるほどね。俺最後言っていい？いろんなドキドキありそう。いや見てない。見てない。じゃあ誰が人狼かを。そうね。この辺でもう指しといた方がね。そうだね、そうだね。そうですな。いきます。せーの。もっくんと俺が颯くん。俺はもっくん。私もっくん。あ、22で。22で分かれた。違ったのか。かます像が。かます像ってかますぞ。それが引っかかったのか。なんか私はこことここは多分違う作品だろうなっていうのがなんか頭に入ってでもここはちょっと中立かなみたいな。でもなんか話聞いてる感じあれドキキュンみたいなこっち寄りだなみたいな。なるほどね。どうですか？俺逆にここは一緒だなって思いました。めっちゃ共感したんですよ。はいはいなんかさ知らないけどもこれが愛を語るものかっていうちょっと伝わってきて共感しまして。颯がね人狼うまいんですよいつも。やる時に詳しいからアニメも。だからねちょっと嘘をつく目をしました。そういうこと。なるほどね。いやそんなことないですよ。失礼だな。メンバーならではのね。僕は多分ここは違うなと思ったんですよ。ここ？俺も薄々。ここはそう違うなと思ってで多分ね逆に俺こうきくんと多分合ってるなと思って。俺もでも思った。なんかここ多分一緒の作品だなって思ってでってことはまあエリカちゃんとも多分一緒で違うのかなっていう。さあ答え合わせしますか。早くしたい。せーの。じゃん。やっぱり。ほら。やっぱり違かった。ていうかここまで分かってた。何？作品も分かってた。すごい。かましたい言うた時にもうそれそっちだろうなと思って。すごい。マジか。そこまで分かるんだ。違うって思わない。俺も思った。合ってると思ってた。全然合ってると思った。気になるのが。この作品でさ胸キュンに共感してるところが俺は気になる。どこにキュンが？違ういや見たことがないから。なるほどね。そうまあ仕方ないかと思って。なるほどね。さっきの颯の話を聞いて5人いてどこ行くみたいなキュンキュンみたいなのがありそうじゃないですか。いやキュンキュンしかないもんだって。キュンキュンしかない。でもなんか推しの仕草にこうドキッとしてる話をしてるのかなと思ってブルーロックに出てくるそういう目線か。そうイケメンなキャラクター多いじゃないですか。だからそれにドキドキしてるのかなと思っちゃった。だからこれをちょっと理解した上でごまかすためにバクバクって。そういう方がどっちでも捉えられる。うまいわ。でも意外とこう22で分かれましたしね。いいゲームだった。しかもねよかったこれ。白熱した。楽しかった。山下さんここまで MC ありがとうございました。みんなどうでした？いやもうめちゃくちゃ楽しかったですしなんかアニメとか漫画とかを好きな気持ちを語る機会ってあんまりないなって思ったからこういう機会をいただけて本当嬉しかったです。メンバーであんまり喋れないのでアニメの話をだからこういう機会があって喋れて嬉しかったですね。よかったどうですか今日のお話受けて。皆さんのなんか愛がめっちゃ伝わってきましたし、そうね。いやそれぞれ紹介してくれたウィンドブレーカー、五等分の花嫁。で進撃のリヴァイ。いや進撃のリヴァイじゃない。惜しい。進撃の巨人の中にリヴァイはいるけど進撃のリヴァイっていう作品名じゃない。進撃の巨人か。知ってたでしょ。マジで全部見たくなりました。いやぜひ見てください。ぜひ見てほしいし多分まだね見たことない人もきっとねいると思うのでみんなも気になる作品があったらぜひ Amazon のプライムビデオで見てください。今日はここまででした。ありがとうございました。ありがとうございました。